皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレス18号プログラムで重量が伸びるエビデンスマル秘統計データを公開しますというテーマでお話をしていきます。18号プログラムを公開してからありがたいことに多くの方にご利用いただき、マックス重量を更新していただいております。そこで今回は18号プログラムの全体的な効果を科学的、統計的に検証していき、18号プログラムを取り入れることでどれぐらいの重量更新が見込めるのか、どれぐらいの個人差があるのか、統計的に効果があると言えるのかということを考えていきたいと思います。はじめにお伝えしておきたいこととして、この動画及び後から投稿するブログ記事に関しては予告なしで削除する可能性があります。というのも、今回公開するプログラムの効果検証は詳細なデータや統計学を用いた分析を行っており、このようなデータを無料で公開するのは非常に稀かつ、僕のベンチプレス理論の根幹の部分だからです。公開せずに LINE 公式アカウントの中だけでお友達追加をしていただいた方のみで活用するということも考えましたが、日頃から YouTube をご覧いただいている方にも確信を持って18号プログラムに取り組んでいただきたく、または撤退の時期や応用の方法を探っていただきたいので公開することにしました。こういった検証データの公開が有用だと感じていただける方、応援していただける方は動画を見終わってからで大丈夫なので、グッドボタンの横にあるサンクスボタンからスーパーサンクスでご支援いただけますと大変嬉しいです。そして今回練習データの使用を許可していただきましたうつベンチ LINE 公式アカウントのメンバーの皆様、本当にありがとうございます。この動画を作成するにあたって個人的には非常に面白く興味深いデータが取れたと思っていますが、これを面白いと感じる人がどれだけいるかは正直不明です。では本題に入りましょう。今回の動画はこんな感じでお話しします。分析データの概要、マックス更新率、全体的な統計データ、累積分析と非累積分析の特徴、月当たりの重量増加、統計的優位性の確認、ピーチ、エフェクトサイズ、効果量、95% 信頼区間、プログラムの強み、弱み、総括。このような流れになっています。各要素を確認していただくことで、プログラムの全体的な効果や月当たりで期待できる重量増加量、効果が出る確かさ、効果が出る範囲、重量の範囲ですね。こういったことが確認できます。また、詳細な分析を行った結果として、効果が出やすい期間、1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とかそういうことですね。それから効果の収穫低減の時期なども分かってきました。どれぐらいから少しずつ効果が弱っていくのかということですね。こういったことも分かってきました。こういった数値を確認していただくことで、ある程度の期間までは安心して取り組んでいただき、ある期間以降は別の方法を模索するということもできるようになります。うつベンチ LINE 公式アカウントでは今回公開するデータやその他の分析を用いてメニュー作成やフォームチェックを無料または有料で行っていますので、ご興味のある方はお気軽に友達追加メッセージください。まずは分析データの概要からお話ししていきたいと思います。今回分析したデータのサンプル数は72名です。データの内容は以下のようになっています。プログラムの開始日、プログラムの終了日、プログラム開始時点でのマックス重量、プログラム終了時点でのマックス重量、マックスを更新した重量、期間、月当たりの更新重量となっています。集計期間は2023年9月29日から2024年12月13日までです。この期間内で継続的にプログラムを実施し、報告していただいた練習データを全量調査しています。集計ルールとして、実施期間中、停滞していた時期に関しても期間としてカウントしています。例えば、最後にマックス更新したのが2024年の4月だったとしても、連絡が続いている限りは終了時期を2024年12月13日としてカウントしています。分析方法として、これらで集めたデータを ChatGPT-4 Omni を用いて統計分析を実施しています。今回、ChatGPT-4 Omni に出したプロンプト、これは指示文と言われますが、これは非公開とさせていただきます。注意点として、
統計的な手法を用いて考察しているので、エビデンス、科学的根拠みたいな形でお話ししていますが、査読等を受けているわけではありませんので、そこの部分はご承知おきください。また、フォーム修正を同時進行で行っている方もいらっしゃいますので、純粋なプログラムの効果ではない可能性があるということはご留意ください。とはいえ、もともとこの18号プログラムの設計が練習込みのプログラム設計になっているので、フォーム修正を含めプログラムの効果というふうに僕自身は考えています。では、MAX 更新から見ていきたいと思います。今回データを集計した72名のうち MAX を更新した方が72名でしたので、MAX 更新率は 100% という結果になりました。100% という数字はあまりにできすぎているので、サンプルの調整を疑われそうで、僕としても正直不都合なんですが、事実なのでそのままお伝えします。伸びている人だけをピックアップしたというわけではなく、常時連絡を取っているメニュー作成コース、100キロコース、120キロコースの39名も含みます。MAX 更新率を向上させるための調整は一切行っておりません。ただし、無料のメニュー作成コースで、一度メニューを作ってから連絡がない方は MAX 更新していない可能性はあります。ですが、ここは知りようがないので、今回の分析対象には含まれておりません。YouTube で18号プログラムを取り入れていただいている方もかなりの割合で MAX 更新をしているので、依然として MAX 更新率は高いものと考えています。今回の分析では 100% というあまり信憑性のない数字になってしまったので、MAX 更新率は以前に公表した 90.6% から 93.5% と考えていただいても大丈夫です。ここから先の分析で出てくる累積分析と非累積分析という言葉のお話をしたいと思います。今回の分析では各項目、例えば月当たりの重量増加、ピーチ、エフェクトサイズ、95% 信頼区間という分析の中で、累積分析と非累積分析という2種類の分析を行っています。ここからそれぞれ累積分析と非累積分析の特徴というのをお話ししていきます。まずは累積分析の特徴です。累積分析の特徴の一つ目としては、全体的な傾向が見えるということです。累積分析では指定された期間までの対象者全員の分析を行うので、継続してトレーニングを行った結果、プログラムがどのように進捗するのかということが確認できます。例えば、90日以下という分析においては、30日以下のデータも含まれていて、短期的及び中期的な進捗をまとめて把握することができます。また、進捗速度の傾向を見るということができるのも累積分析の特徴です。注意点として、累積分析では初期の成果が大きい場合に全体の成果が大きいように見えるため、長期間のデータだけの効果を評価することには適していないということですね。はい、次に非累積分析の特徴をお話ししていきたいと思います。これは特定期間ごとの比較をするのに優れた分析のやり方で、各期間ごとのデータを独立して評価します。これによって各期間、例えば30日以内とか31日から90日とか91日から180日っていうふうに期間を分けて、それぞれの期間でのプログラムの進捗速度が分かるという形になります。非累積分析の場合は、90日以下っていう場合は、30日以下のデータというのは含まれないというような形になります。また、各期間ごとの進捗っていうのを分離して見ることができるので、どれぐらいの長さをやった人に関しては、月あたりの重量増加がこれぐらい出ますよということがわかるので、累積分析よりもより明確に収穫低減のタイミングを判断するのに役に立ちます。注意点として、累積分析と比べるとサンプル数が減ってしまうので、統計的なパワーが低下するということが挙げられます。はい。では、ここからは18号プログラムの全体的な統計データについてお話ししていきます。今回の分析では1件の外れ値がありましたので、それは除外しています。外れ値に関してはまた後ほどお話しします。まずは開始時マックスからです。開始時のマックス重量の平均値は 103.9 キロ。標準偏差は 28.1 キロ。最小値は 32.5 キロ。最大値は 217.5 キロでした。
とりあえず標準偏差はプラスマイナスと捉えていただいて OK です。正確には違いますが、そこを追求してもあまり意味がないので、ここではプラスマイナスと置き換えてください。平均が 103.9 キロで、プラスマイナス 28.1 キロなので、開始時マックスが 75.8 キロから132キロの方が多いということがわかります。これは統計的な話をすると、1標準偏差内ということですね。つまり、開始重量は最小で 32.5 キロ。その間に他の重量の方がいて、75.8 キロから132キロが一番多くて、最大だと 217.5 キロだということになります。真ん中の 75.8 キロから132キロが一番割合が多いということですね。ここでご紹介した217.5 キロの方は、以前動画でも紹介した T さんですね。次に終了時マックスについてお話しします。終了時マックスの平均値が 112.9 キロ。プラスマイナス 27.7 キロでした。最小値が 35.0 キロ。最大値が220キロです。ここでも標準偏差はプラスマイナスと捉えていただいて OK です。平均が 112.9 キロで、プラスマイナス 27.7 キロなので、終了時マックスが 85.2 キロから 140.6 キロの方が多いということがわかります。つまり、プログラム終了時の重量は、最小で 35.0 キロ。間にいろんな数字があって、85.2 キロから 140.6 キロの間で終了した方が多いということですね。最大値は220キロという形になりました。次に、プログラムを行ったことによる更新重量ですね。これは終了時のマックス引く開始時マックスという計算式になります。更新重量の平均値は 9.0 キロ。標準偏差は 5.93 キロ。最小が 2.5 キロで最大が 27.5 キロとなりました。平均的な更新重量が 9.0 キロでプラスマイナス 5.93 キロなので、プログラムを行ったことによる更新重量は 3.07 キロから 14.9 キロの方が多いということがわかります。先ほどと同じように更新重量が一番小さかった方というのは 2.5 キロですね。そこからいくつか数字があって 3.07 キロから 14.9 キロの間に収まった方が一番多い。一番更新できた人は 27.5 キロ更新しているということです。はい、次に今のような結果を出していただいた方々がどれぐらいの期間トレーニングをしていたかという話ですね。まずは日数で言うと、日数の平均は 144.5 日、標準偏差が 100.1、一番短い方が10日、一番長い方が389日という結果になっています。平均が 144.5 日で、プラスマイナス 100.1 日なので、トレーニング期間は 44.4 日から244.6 日の方が多いということがわかります。ここの期間の方が一番多いということですね。これを月に直すと、平均的なトレーニング期間として 4.8 ヶ月、標準偏差が 3.3 ヶ月、最小が 0.3 ヶ月で最大が13ヶ月というふうになっていますので、平均が 4.8 でプラスマイナス 3.3 ヶ月なので、トレーニング期間で一番多い方というのは 1.15 ヶ月から 8.2 ヶ月という形になります。次に月当たりの増加重量ですね。これは更新重量割る期間という形になります。1ヶ月でだいたいどれぐらい伸びたのかというお話ですね。月当たりの重量増加量は平均で 2.82 キロパー月という結果になりました。標準偏差は 2.61 キロパー月ですね。最小値が 0.2 キロパー月で最大値が 13.9 キロパー月というふうになっています。平均が 2.82 キロパー月でプラスマイナス 2.61 キロパー月なので、月あたりの重量増加というのは 0.21 キロから 5.43 キロの方が多いということがわかります。この月あたりの更新重量に関して、横軸を月あたりの更新重量、縦軸をサンプル数とした場合に、ヒストグラムという形にしてみると、こんな感じになっていて、一番多いのは月あたり1から2キロぐらいで、2番目に多いのが0から1ぐらい、3番目が4キロ付近ですかね。
これぐらいのが多いと。あとはちょこちょこという感じでしょうか。このような形のヒストグラムになります。数字で言うと、月あたり 1.0 キロ未満が16件、1.0 キロ以上2キロ未満が24件。これが最大ですね。2.0 キロ以上はちらほらという感じです。月あたり 2.0 キロ未満が40件、月あたり 2.0 キロ以上が31件というふうになっています。冒頭で外れ値というお話をしましたが、外れ値調査前のデータというのはこんな感じになっていまして、一番右側50キロ以上というところに外れ値が1件あると思います。この数値に関しては4日間で 7.5 キロ伸びているために、月あたりにすると 56.3 キロという数字になっています。素晴らしい数字ではあるんですけれども、今回は外れ値として取り扱わさせていただきました。ここからは期間ごとの月あたり重量増加量というお話をしていきたいと思います。まずは累積分析ですね。ここに出しているのは、プログラムの実施期間が30日以下、90日以下、180日以下、270日以下、365日以下、全期間ごとの月あたり増加量の分析結果です。それぞれの期間における進捗の傾向を説明していきます。まず、プログラムの実施が30日以下の場合、月あたりの増加量の平均というのは 8.03kg パー月。標準偏差が 4.37kg パー月。最小が 2.5kg、最大が 13.9kg という形の分析となりました。初期の段階では月あたりの増加量というのが非常に大きくて、平均で 8.03kg の進捗というのが見られました。ただし、標準偏差が大きいので、これはプラスマイナスが大きいということですね。進捗は個人差が大きいということがわかります。短期間で効果が現れやすくて、急速に重量が伸びる人もいれば、重量がなかなか伸びていかないっていう方もいらっしゃるということが、この最初の30日間での増加量の分析からわかります。次に90日以下ですね。90日以下になると月あたりの増加量の平均が 4.55 キロパー月まで減ります。標準偏差は 3.35 キロパー月。最小が 1.2 キロ、最大が 13.9 キロです。30日を超えてくると進捗の速度というのがやや減少して平均値が 4.55 キロパー月になります。標準偏差もやや小さくなっているので、プラスマイナスがやや小さくなるということですね。ここで90日以下になると、個人差が少し小さくなってくるということです。最初の30日間で進捗が早かった人、要は伸びがガーンと一気に伸びたという人が少しずつ安定してきて、パッと見では伸びるスピードが遅くなってきた時期なのかなというふうにも捉えることができます。次に180日以下ですね。180日以下だと月あたりの増加量の平均は 3.49 キロパー月。標準偏差は 2.84 キロパー月。180日は約6ヶ月となりますけれども、ここの段階で月あたりの増加量の平均というのはさらに減少してきて、標準偏差はさらに小さくなっています。標準偏差がさらに小さくなっているということは、個人差が180日以下だとさらに減少しているということですね。次、270日以下。270日以下での月あたりの増加量の平均は 3.18 キロパー月。標準偏差は 2.73 キロパー月というふうになっています。この段階で9ヶ月という形になるので、進捗の方はだんだん安定してきて、月あたりの増加量の平均というのも180日以下の段階とそこまで変わらなくなってきています。標準偏差に関してもばらつきがだんだんなくなってきているので、この辺でほぼ効果量としては収束してきているのかなというふうに見て取れます。次に365日以下になると月あたりの増加量の平均が 2.87 キロパー月、標準偏差が 2.64 キロパー月というふうになっていて、だいたいこれぐらいに収束してくるのかなという形ですね。1年以下のプログラムの実施でだいたい月あたりが2、3キロというところになってくるという感じですね。進捗がかなり安定してきて、月あたりの平均的な増加重量と標準偏差というのも、ほとんど180日以下の時から変わってないという感じですね。期間別の累積分析に関してここまでまとめていくと、短期間、これ30日以下というふうにした場合は、めちゃくちゃ伸びる人もいるし、伸びない人もいるということで、かなり個人差が大きい。
中期間で90日から180日ぐらいだと、この辺からやや進捗というのが穏やかになってきて、個人差が縮小していくという感じですね。270日から365日に関しては進捗がさらに安定して個人差もさらに小さくなる。ここまでが結構意味のあるデータだと思っていて、長期になればなるほど個人差が小さくなっていって、だいたい2、3キロ月に伸びますよっていうぐらいで収束してくるということですね。期間ごとの平均重量増加と標準偏差を図にするとこんな感じになっています。このグラフから見て取れるのは先ほどと同じになりますけれども、30日以内では更新重量が大きいものの個人差が大きい。180日以降からは同じぐらいの効果に収束しているっていうことが示唆されています。180日程度で月あたりの増加重量の勢いっていうのは収まっていくんですけれども、そこから先も中長期にわたって同程度の効果が続くっていうことがわかります。はい。次は非累積分析による期間ごとの月あたり重量増加量を見ていきたいと思います。非累積分析に関しては30日以下は30日以下だけですね。で、31から90、90から180、180から270、270から365というふうに分けています。分析結果の概要としては、30日以下の場合は、これ先ほどと同じなので、深くは触れませんが、だいたい月あたり 8.03 キロパー月、標準偏差が 4.37 キロパー月ということで、一気に伸びる人もいれば、あまり伸びない人もいるということで、個人差が大きいですよという形になっています。次に31日から90日、1ヶ月以上3ヶ月以下という感じですかね。この期間で月あたりの増加量の平均は 3.27 キロパー月、標準偏差が 1.67 キロパー月というふうになっています。トレーニング期間が1ヶ月から3ヶ月になると、進捗の速度っていうのは減少するんですけれども、個人差も縮小する傾向があります。次に91から180日ですね。ここでの月あたりの増加量の平均は 2.34 キロパー月、標準偏差は 1.51 キロパー月となっていって、さらに進捗が緩やかになり、標準偏差、これは個人差と考えていいですけど、これも縮小しています。次に181日から270日ですね。この期間での月あたりの増加量の平均というのは 1.46 キロパー月、標準偏差が 0.81 キロパー月というふうになりました。トレーニング期間が長期化すると進捗速度はかなり低下していって、ただし標準偏差もかなり小さくなっているので、この進捗というのは安定して出てくるという形ですね。最後に271日から365日です。ここでの月あたりの増加量の平均というのは 1.03 キロパー月、標準偏差は 0.44 キロという形で、平均も標準偏差もさらに小さくなっています。1年近い長期間では進捗が非常に穏やかになっていって、個人差もさらに小さくなっていっているということですね。非累積分析の期間ごとの平均増加重量と標準偏差をグラフにするとこういう感じになっていって、累積分析と同様に30日以下は月あたりの重量増加の数値が大きいんですけれども、標準偏差が大きいということがわかるので、これは個人差が大きいんですよね。30日以下というのは非常に個人差も大きい。累積分析と異なる点としては、期間が長くなるにつれて月あたりの重量増加が小さくなっていて、それとともに標準偏差を表すヒゲも小さくなっているということです。このことからトレーニングの効果は初期に大きく現れることが大きいということ。長期で続けていくと月あたりの重量増加が減少するけど個人差が小さくなっていくということが示唆されます。つまり何が言いたいかというと、トレーニング初期には8キロプラスマイナス4キロパー月程度の重量増加を個人差はあるものの望むことができて、1年間継続すると1キロプラスマイナス 0.4 キロパー月程度の重量増加を多くの人が享受できると解釈することができます。このことは長期での18号プログラムの実施が収穫低減が起きているということも言えると思います。注意点として、この結果は
長く続けると効果が減少していくっていうことを結論付けるものではないということですね。統計情報はこの後お話しするピーチとかエフェクトサイズ 95% 信頼区間と合わせて総合的に判断する必要があります。次に18号プログラムの統計的優位性の確認を行っていきます。統計的優位性の確認はピーチという指標を使っていきます。ピーチとはある結果が偶然に起きる確率を表す数字のことです。例えば何か実験をしていて効果があるかもと思った時に、その結果が本当に効果があるのか、それともただの偶然なのかというのを判断するために使います。ピーチが小さいと偶然ではなく何か意味がある結果かもしれないというふうに考える理由になります。ピーチが大きいとこれは偶然かもしれないから特別な意味はないかもしれないというふうに考えます。簡単に言うとピーチはこの結果は偶然かそれとも本当に意味があるのかということを教えてくれる指標です。このピーチに関しては慣習的に 0.05 未満だと統計的に優位ということになり、偶然にその事象が起きる確率は 5% 未満という解釈になります。まずはプログラムの全期間でのピーチを確認していきたいと思います。プログラム全体のピーチは 2.35×10 のマイナス20乗です。このピーチは非常に小さく、10のマイナス20乗というのは 0.0000000 っていうのが20回続くっていうことですね。なので、このピーチっていうのは 0.05 よりもはるかに小さいということがわかるので、プログラム終了時のマックスと開始時マックスの間に非常に優位な差があるということを示しています。つまり18号プログラムは統計的に優位な効果を持ち、参加者全体での進捗が確実にあったということが示唆されます。次に期間別のピーチを見ていきましょう。まずは累積期間です。各期間ごとのピーチはこんな感じになっていて、30日以下は 0.005、90日以下は 6.10×10 のマイナス9乗、180日以下は 3.77×10 のマイナス13乗、270日以下は 6.35×10 のマイナス16乗、365日以下は 1.23×10 のマイナス19乗です。ここで大事なのは30日以下から365日以下に向けてマイナス何乗っていうのがどんどん小さくなっていってるということですね。これが小さくなっていってるということは、期間を重ねていくごとにどんどん統計的な優位性が高くなっているということになります。ちなみにこの全ての期間においてピーチは非常に小さいので、全ての期間で優位な差があるということがわかります。特に90日以降に関しては、マイナス9乗からマイナス19乗ということで、トレーニングが進むにつれて効果が一貫して優位であるということがわかります。30日以下に関しては、ピーチが 0.05 と優位な水準を満たしているんですけれども、他の期間と比べるとピーチが大きくなっています。これは他の期間に比べて偶然でこの結果が起こる確率が高いということを表しています。先ほどお話しした期間別の月当たりの重量増加がこの30日以下では非常に大きかった一方で、偶然でこの結果が起こる確率が高くなるということは考慮に入れておく必要があります。次に非累積期間でのピーチというのを考えていきましょう。非累積分析での各期間ごとのピーチはこんな感じになっていって、30日以下だと 0.005、31日から90日だと 8.46×10 のマイナス7乗、91から180日は 2.34×10 のマイナス7乗、181日から270日は 0.0008、271日から365日は 4.45×10 のマイナス5乗というふうになっています。各期間においてピーチが 0.05 を下回っているので、全ての期間で統計的に優位な結果が得られたというような形になっています。ここでサンプル数とピーチの関係について少しだけお話しします。181日から270日のピーチを見ていただけると、10のマイナス何乗っていうのがついていないので、少しだけピーチが高めになっています。これは他の期間271日から365日とか他の期間とか全体の分析、または累積の期間の分析に比べてサンプル数が少ないということが原因と考えられます。
ピーチの計算式はサンプル数に影響を受けるので、サンプル数が少ないとピーチというのは大きくなります。はい。で、ここから少しピーチの話をしたので、論文を見るときの注意点というお話をしていきたいと思います。ピーチはサンプル数が増えると小さくなる傾向にあるので、統計的な優位性を増やしたい場合は、サンプル数を増やすことが有効になります。もちろん優位性があるというのが前提ですが、サンプル数を増やせば、統計的な優位性は示しやすいということです。しかし、このピーチで示される統計的な優位性というのは、効果があるかないかを判断するものではありません。ピーチはただ単にその事象が偶然に起きる可能性を測定しているだけです。論文を引き合いに出して、ピーチが 0.05 未満なので統計的に優位であり、効果が実証されているという論調も見かけますが、効果と事象が起きる確率が低いことは別なので混同しないようにしましょう。効果量に関しては次の項目のエフェクトサイズを確認することが必要です。少し話がずれますけれども、研究の世界は現実の世界で目に見えて効果が出ているかわからないので、科学的な手法を用いて効果を測定しています。現実の世界で効果が目に見えて大きい手法というのは誰が見ても明らかなので、わざわざ研究テーマに選ぶことはありません。つまりトレーニングの世界では現実的に起きていることがほとんどの場合確認できるので、そこまで細かいことというのはさして重要ではありません。もちろん人体がトレーニングによってどのような反応を示すのかという基礎研究は非常に大事ですが、あくまでも基礎研究は基礎研究です。製薬や遺伝子工学の世界のように臨床過程がある場合は全く別ですけれども、トレーニングの研究は目に見えない微細な効果の研究が多いことには注意が必要です。そういった研究結果の前にパワーズ生理学とかの教科書を読んだ方がいいというのが率直な感想です。僕も趣味で論文をたくさん読んでいますけれども、知的好奇心で論文を見るのは全く問題ないんですけれども、研究をベースとしたトレーニングというのを根本を外しているケースをよく見かけるので注意が必要です。今回の話もやっているご本人がきちんと記録をつけていれば、最初のうちは重量が伸びてだんだんと伸びづらくなってきているということはわかるはずなので、個々でしっかり管理ができている分には必要ないかもしれません。導入前の検証材料だったり撤退時の判断材料として使っていただければと思います。次に18号プログラムのエフェクトサイズ、効果量に関してお話ししていきたいと思います。エフェクトサイズというのは、あるトレーニングがどれぐらいの強さで効果をもたらすかということを示す指標です。これにより、実際どれぐらいの効果が出るのかということを数値で評価することができます。エフェクトサイズの評価基準として、小さい効果は 0.2 未満。この場合はトレーニング効果はごくわずかでほとんど感じられないという場合です。次に、エフェクトサイズが 0.5 未満の場合は中程度の効果というふうになります。トレーニングによって居上重量の向上が明確に見られるんですけれども、劇的な変化ではないという場合が多いです。次に、エフェクトサイズが 0.5 以上の場合は大きい効果と評価します。トレーニングプログラムが非常に強い効果を示して居上重量に劇的な向上をもたらすといった場合ですね。このようにエフェクトサイズを使うとトレーニングがどれほど有効だったか、またその効果が実際に重要なのかということが判断することができます。では18号プログラムの効果量はどうだったのかということで、ここでは期間別ではなく全体ですね。プログラム全体のエフェクトサイズは 0.32 でした。この場合は中程度の効果というふうに評価することができます。全体の効果量は中程度ということで、これはある程度納得のいく結果ですね。教育とかトレーニングに関してのエフェクトサイズは 0.2 から 0.5 程度で実用的な効果があるというふうに判断されるケースが多いので、まずまずの結果だとは思います。次に先ほどと同じように累積期間でのエフェクトサイズというのを確認していきます。30日以下だと 0.12、90日以下だと 0.21、180日以下だと 0.26、270日以下だと 0.28、365日以下だと 0.31、全期間だと 0.32 という形になっています。
トレーニング期間が伸びるにつれてエフェクトサイズが徐々に大きくなっているということが確認できますね。プログラムを長期間にわたって続けていくとエフェクトサイズが徐々に大きくなっていくということが見えますが、180日以降に関してはその増加幅というのは小さくなっていっているので、やはり期間ごとの平均増加重量と同様に長期間の運用で効果は収束していくっていうことが示唆されます。次に非累積でのエフェクトサイズを確認していきましょう。30日以下だと 0.12、31から90日だと 0.37、91から180日だと 0.30、181から270日だと 0.57、271日から365日だと 0.56 というふうになっています。ここでも30日以下ではエフェクトサイズがかなり小さいので、短期間での効果は限定的であるということが示唆されます。3ヶ月以内だとエフェクトサイズは 0.37 まで増加するので、この段階で短期間よりも中程度の効果が見込まれます。やはり3ヶ月ぐらい行ってくると、エフェクトサイズの面からもトレーニング効果が明確に現れてくるという感じですね。この辺は僕は体感としてはあったので、なるほどねっていう感じです。91日から180日はエフェクトサイズは 0.3 という形で引き続き中程度の効果が維持できています。181日から270日のエフェクトサイズは 0.57 まで上がっていって、この期間までやっていくと大きな効果が確認できます。271日から365日でエフェクトサイズは 0.56 というふうになっていって、ここでも大きな効果が確認できます。長期間トレーニングを継続した方に関しては大きな効果が出ている可能性があるということですね。全体的な傾向として短期間では効果が限定的なんですけれども、期間が伸びるとトレーニングの効果が高まって大きな進捗が得られる可能性があるという形ですね。これを見ていると、月ごとの平均増加重量というのは期間が経つにつれて収束していく、少しずつ小さくなっていって個人差がなくなっていく一方で、エフェクトサイズの観点から見ると180日以上の長期間の運用が大きな効果をもたらすっていうことが示唆されています。全体的な考察として非累積の分析を行うことで180日以上の長期間においての効果量が 0.5 大きな効果となっていることを考えると、短期間で結果が出ない場合でも長期にわたって運用を続けていくことで徐々に効果が現れてくる可能性というのが出てきました。これまでは効果の判定は3ヶ月程度としていたんですけれども、今回の分析を見る限りでは半年程度で効果判定をすることが望ましいかなというふうには思います。90日から180日で終了させると、本来得られたはずの中長期の効果を取り逃す可能性があるということが示唆されました。半年間のプログラムの運用というのはメンタル面での継続性の難しさが一番課題になってくるので、今後は長期的な効果を確信できるレベルでの根拠っていうのを揃えていって、安心してプログラムを継続実施できるデータっていうのが必要になってくるかなと思います。次に18号プログラムの 95% 信頼区間というお話をしていきます。95% 信頼区間というのは、この結果がどこからどこまでの範囲にあるかというのを示す目安ですね。簡単に言うと、今からお話しする範囲の中に実際の結果が 95% の確率で含まれているという意味です。例えば18号プログラムでマックス重量が増加したとします。計算された 95% 信頼区間が5キロから10キロとなった場合に、この18号プログラムの効果は実際には5キロから10キロの間に収まる可能性が 95% であるという意味です。信頼区間の意味というところでちょっとお話しさせていただくと、ベンチプレスの効果を測定する場合、例えばプログラムの開始前後でベンチプレスの最大許容重量 1RM の変化を測定することが多いと思うんですけれども、この時この信頼区間というのはプログラムによる効果の推定範囲っていうのを示すことができます。もしこの 95% 信頼区間がプラスに収まっている、例えば5キロから10キロというふうにプラスに収まっている場合は、それはプログラムによる効果があるという推測が強いということが示唆されます。信頼区間が全体的にプラスである場合、例えば効果が先ほど話したように5キロから10キロという場合は、
そのプログラムがポジティブな効果をもたらした可能性が高いというふうに考えるんですね。つまり、プログラムの効果が正の方向にあると予測されるということです。この場合は18号プログラムが効果があった可能性が高いというふうに言えます。この信頼区間が0を含む場合ですね。例えば 95% 信頼区間がマイナス2キロから2.5キロとかいった場合、その効果が正または負の両方にある場合は、18号プログラムが必ずしも効果的であるとは限らないということを示しています。次に信頼区間がマイナスに収まっている場合ですね。例えばマイナス2キロからマイナス 0.5 キロとかっていう場合は、そのプログラムは逆効果を示している可能性があります。つまり今回の分析でもし 95% 信頼区間がマイナスに全部あった場合は、トレーニングプログラムによってパフォーマンスが低下したという結果になります。では実際に18号プログラム全体の 95% 信頼区間はどうだったのかというと、プログラム全体の 95% 信頼区間は 7.61 キロから 10.35 キロの間です。この 95% 信頼区間は対象者全体における終了時マックスと開始時マックスの差が 95% の確率で 7.61 キロから 10.35 キロの間に収まるということを示しています。これは正直悪くない結果かなというふうに思います。5ヶ月弱という期間で 7.6 キロから 10.4 キロぐらいの間に収まるというようなことがここから示唆されます。期間別の累積を見ていきますと、30日以下だと 2.3 キロから 8.9 キロ、90日以下だと 4.6 キロから 7.5 キロ、180日以下だと 6.5 キロから 9.9 キロ、270日以下だと 6.9 キロから10キロ、365日以下だと 7.4 キロから10.2 キロとなっています。重量の増加は期間が長くなるにつれて大きくなっていって、信頼区間はどんどん狭まってきているというようなことがこの数値から見て取れます。次に非累積の場合ですね。非累積期間の場合の 95% 信頼区間は30日以下だと 2.3 キロから 8.9 キロ、31から90日だと 4.5 キロから8キロ、91から180日だと 7.5 キロから 13.6 キロ、181から270日だと 5.7 キロから 14.8 キロ、271から365日は 7.3 キロから 13.7 キロというような形になっています。これを見てわかることはというと、期間が長くなればなるほど最大値は大きくなるんですけれども、この信頼区間の幅というのも大きくなっていっているので、ここに関しては個人差がかなり出ているということが伺えますね。長期にわたって運用すれば大きな効果が出る可能性はある一方で、個人差は間違いなくありますよというふうに読み取ることができるのかなと思います。はい。では、ここからは18号プログラムの強みと弱みというお話をしていきたいと思います。これまでのデータに基づいて、18号プログラムの強みと弱みを分析します。プログラムの進捗とか信頼区間、エフェクトサイズ、ピーチなどを踏まえて、トレーニングの効果と改善点を明確にするためのポイントを整理していきましょう。まず強みですね。強みとしては初期段階で高い重量増加があるということです。30日以下の期間では月あたりの増加量が 8.03 キロパー月と非常に高い増加量を示しています。これによって短期間で目に見える効果を得られるというのは一つの強みになると思います。一番最初の段階で重量が増加する可能性があるということは、モチベーションの維持とかトレーニングに対する満足度が高まるということは言えるかもしれません。2つ目の強みとしては統計的な優位性です。全体的に非常に小さなピーチを示しているので、18号プログラムは統計的に優位な効果を持っていて、進捗というのは確実にあるということですね。すべての期間において優位な効果が確認されているので、このプログラムの効果というところの信頼性は高いというふうに考えることができます。3つ目は長期間にわたる効果的な重量増加。長期間運用していても進捗が比較的安定しているということがわかります。
特に1年ぐらいの期間で進捗が安定していて、信頼区間も徐々に狭くなってきているということがわかります。長期間運用していくことで、伸び率というのは徐々に減っていく一方で、同程度の効果が期待できるという感じですね。4つ目はエフェクトサイズですね。18号プログラムは 0.32 というエフェクトサイズが全体で確認されたので、中程度の効果があるというふうに考えられます。ただ、特に長期間においては大きなエフェクトサイズ、0.56 とか 0.57 っていうエフェクトサイズが見られたので、長期間行うことで大きな結果が見込めるということも言えると思います。次に18号プログラムの弱みというところに関してお話ししていきます。一つ目は初期段階での進捗の差が大きいということです。30日以下の期間では伸びる人は伸びるんですけれども、これは非常に個人差が大きいということが分かりました。これは標準偏差が大きいというところで先ほど確認していただいたと思います。これは人によってはトレーニング初期で効果が出ない可能性があるということを意味しています。ここに関しては個人差としか言いようがないので、ある程度の期間続けてみるということが大事になってきます。2つ目の弱みは長期間で重量増加が少しずつ減っていくよということです。特に180日以上続けた場合に重量の増加というのが徐々に穏やかになってくる傾向にあります。穏やかになる一方でこの重量増加は安定してくるんですけれども、この部分に関しては刺激を多少変えた方がいいケースというのもあると思います。実際にうつベンチ LINE 公式アカウントでは半年以上運用していただいて進捗が穏やかになってきた方に関しては別のプログラムを導入して刺激を変えるということを行っています。長期的な効果があるんですけれども、進捗の減少っていうのが見られるので、この段階でモチベーションを維持するためには、他の手を打つ必要というのはあると思います。3つ目は18号プログラムのというわけではないんですが、今回の分析ではサンプル数が少ない期間があったということですね。非累積データでは特に181から270日はサンプル数が少なかったので、ここの部分のデータというのは信頼性がそこまで高くないかなというふうには思っています。今後もう少しデータを集めると、ここの期間での信頼できるデータというのも集められるかなと思っています。強みと弱みはこんな感じですね。はい。では最後に18号プログラムの統計的分析のまとめなんですけれども、今回分析した18号プログラムに関しては、短期間での重量アップが個人差はあるんですけれども、出る可能性があるということと、長期間続けていくと安定した効果を期待できるプログラムであるということです。ここの部分は統計的に優位性があるということが確認できました。プログラムの改善点としては、初期段階での進捗の差を小さくしていって、個人差をどこまで小さくするのかということです。そこの打ち手をどうするかということですね。あとは、長期間の進捗の維持ということに焦点を当てていかなければいけないかなと思っています。特に180日以降に関しては、月あたりの増加重量が徐々に穏やかになっていくということが確認できたので、ここら辺の段階で進捗を見ながら、何かしら別の手を打っていかなければいけないということが考えられます。現状としては維持プログラムですね。重量維持プログラムというのをその段階で入れている方が多いです。やっぱり停滞した時のメンタル的に持続していくモチベーションっていうのも大事だと思っているので、その段階でまた少し別のことをしていく必要性もあるかなというふうには思っています。そういう意味で重量維持プログラムですね。18号プログラムってガーッと重量が伸びてってそこからガクンとピークアウトしてしまう方が結構多いので、そのピークアウト段階で重量を維持できるというプログラムを今導入しているという形になっています。ということで今回は以上です。正直今回の動画はかなり頑張ったので、役に立ったよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。あとはグッドボタンの隣にあるサンクスボタンからスーパーサンクスをいただけると、皆さんがこの動画に価値を感じてくれたということが僕自身実感できます。
よし、これで安心して18号プログラムに取り組めるぞと、切り替え時期の参考になったという方は、ぜひよろしくお願いします。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。